皆さんこんにちは、こんばんは、はるです。軽自動車を購入して軽キャンピングカーを DIY で作っている動画となっております。今回は天井の板張りをやっていきたいと思います。車両はハイゼットカーゴになります。まずこのように針を外していきます。左右のネジを1本ずつ外すと簡単に針は取れます。外した針に今画面に表示されているような感じでネタを貼り付けていきます。長さを測って針に合わせたネタを3等分にカットしてタイラップで留めていくということになります。カットしないでネタを直接貼り付けてやっている方もいらっしゃいましたが、このようにカットしないと空洞ができてしまい天井が低くなります。あとこの状態で板張りをしていくとまっすぐな天井になっていきます。このようにネタを3等分ぐらいにカットしたら天井も高くなり曲線が描けるので、完成した後の板張りが曲線になっていて見た目もいいかと思います。なので僕はネタを3等分にカットしてなるべく曲線も出て天井が高くなるようにしていきました。ちなみになんですが、今回の板張りは車両に穴を開けることはしないで板張りをやっていきます。よろしくお願いします。1本は完成したので残りも作っていきます。針に合わせて長さを揃えてカットしたネタをさらに3等分にカットしていきます。すべてカットしたらサンダーで削っていきます。すべてのネタを削っていったら印をつけているので並べていきます。カットしたネタを針に合わせてみます。このような感じになります。あとはこれをタイラップで留めていくだけとなります。ここまではとても簡単な作業で問題なく行えるかと思います。一応長さを測ってセンターを出しておきます。あとはタイラップで固定していくだけということです。このような感じで一つずつ丁寧にタイラップで留めていきます。アドバイスとしては、タイラップの穴の部分が出っ張っているので、板張りをする面にならないようにしてください。ここですね。穴のある出っ張りの部分は側面にして板が当たらないようにするといいです。今回車両に穴を一切開けずに天井の板張りを作成していくということなのですが、タイラップだけで不安じゃないのかと思う方もいらっしゃいますが、今回天井の板張りをはめ板を使用せずにとても軽い 3mm のベニヤをはめ板のようにカットして板張りをしていくということをやってます。ですので 3mm のベニヤ板なのでめちゃくちゃ軽いんですよ。なのでタイラップで留めているネタに直接板を張っていって天井の板張りを作っていくのですが、はめ板だと結構重いので不安かもしれませんが、 3mm のベニヤ板なのでめちゃくちゃ軽いので何の問題もなくタイラップだけで頑丈に固定することができます。こんな感じで全てタイラップで固定していきます。あとは全部の針にカットしたネタを同じようにタイラップで取り付けていきます。針は全部で4本あります。4本すべてにネタを取り付けていきます。これで全ての針にネタを取り付けることができました。次はこのネタがついた針を車両に取り付けていきます。車両の天井は制振材と断熱マットを取り付けています。レッドニングの作業をご覧になりたい方は過去動画をぜひ見てください。再生リストに軽自動車を DIY する動画は全てまとめております。よろしくお願いします。ネタを取り付けた針を天井につけていきます。ハイゼットの針は左右1本ずつのネジを取り付けるだけで固定できます。
特に困ることはないと思いますが、針の長さは全て同じではなく、長さが短い針もあるので、最初で確認してから取り付けることをお勧めします。取り付けていきます。はい、こんな感じで全ての枝のついた針を車両の天井に取り付けることができました。いよいよここから天井の板張りをやっていくのですが、まず板にビス塗りをしていきます。先ほども言いましたが、天井に使う板ははめ板ではなくてベニヤ板を購入してきました。厚さは 3mm で10センチ幅にカットしています。カットはホームセンターで行ってきました。カットしたベニヤ板にニスを塗っていきます。ニスはダイソーで購入してきたウォールナットを使用します。メープルと迷ったのですが、今回はウォールナットを使用していきます。10センチ幅にカットしたベニヤ板にニスを塗っていきます。こちらのウォールナットは水性でとても塗りやすく、初心者の方でも簡単に塗ることができます。もちろん僕も初心者なのですが、比較的簡単に塗ることができました。ニスを塗っているハケやニスを入れている容器もダイソーで購入したものを使用しております。どんどん塗っていきます。ニス塗りの作業も特に難しいことはないので、簡単に行うことができると思います。一通りニスを塗り終えたら乾かしていきます。次に側面を削っていきます。これははめ板っぽく見せるために側面を削って段差を作って、そこをまたニスで塗って違う色にしていったりして、よりはめ板っぽく見えるようにしています。板の両サイドを削ることではめ板っぽく見せようということです。夜になってますが、ここまでの作業を終わらすためにライトを使って作業しています。削る作業まで終えたら、明日両サイドにまたニスを塗っていきます。翌日になりました。板張りをする長さに合わせて板をカットしていきます。すべての板をカットしました。カットして側面も削った板をまたニスを塗って乾かせていきます。乾いたらいよいよ天井にこの板を貼っていきます。ニスが乾いたので天井に板を貼っていきます。まずセンターを測って真ん中に左右均等になるように1枚の板を取り付けていきます。下穴を開けてから根段に板を固定して打ち込んでいきます。車両のセンターを決めたらマスキングテープで印をつけて、そこから左右均等になるように10センチ幅の板を取り付けていきます。映像を見てもわかると思うのですが、この 3mm の板めちゃくちゃ軽いです。なのでタイラップだけで固定している根田でも十分に板を持つ力はあると思います。実際に車両が完成して半年以上経ってますが、何の問題もないです。取り付ける位置を決めたら、まず下穴を開けてからネジで留めていきます。2人いるととても作業がやりやすいかと思いますが、1人で作業を行っている方の動画で、突っ張り棒を使って1箇所を突っ張り棒で留めて1箇所を穴を開けていくという作業を行っている方もいましたので、1人で天井の板張りをやる方は100円ショップなどで突っ張り棒を購入されても良いかと思います。こんな感じでまず1箇所固定してみました。1枚の板に対して合計8本のネジで固定することになります。とても頑丈にしっかり固定することができます。あと車両に穴を開けることは一切してないので、とても簡単に作業を行うことができます。こんな感じでセンターを取り付けたら左右均等になるように1枚ずつ板を取り付けていきます。取り付けるときはしっかりと板と板がきれいにくっつくように気をつけながら下穴を開けて固定していきます。
センターに対して左右交互に板を取り付けていってます。こんな感じで、あとは同じ要領でどんどん左右交互に板を取り付けていくだけとなります。とても簡単な作業です。特に難しいことはないです。板が増えていくたびに雰囲気が変わっていって、色も気に入ったウォールナットの色が出ていたので、とても満足しています。板が増えていくにつれて、車内の雰囲気が変わっているので、作業がとても楽しくできました。板を取り付けるネジが見えるようにしたので、まっすぐ綺麗に見えるように気をつけてネジを締めていきました。完成した天井の板張りがこんな感じです。個人的にはめちゃくちゃ気に入ってます。下のフローリングマットがちょっと明るめの色なので、天井はウォールナットにしました。色ムラもありますが、かえっていい味が出てるんじゃないかと、とても気に入ってます。両サイドは今から電気配線などの作業を行うので、今のところは開けております。天井も綺麗な曲面になっていて、とても気に入ってます。こんな感じで今回は車両に穴を一切開けることなく天井の板張りをすることができました。値段もベニヤ板が1400円ぐらい、そしてニスが300円ぐらいで1700円ということで、とても安く作ることができて満足しています。ということで今回は天井の板張りでした。針にネダをタイラップで取り付けて、ベニヤ板を使って板張りをしていくというやり方は、はめ板を使用するよりも軽量化することができて、値段も2000円以下で完成したので、とても気に入ってます。もし同じように板張りをされる方がいましたら、こちらの動画が参考になればとても嬉しいです。わからないことなどがありましたら、答えれる範囲でしたら答えていきますので、コメント欄より質問してください。次回は板張りをした天井にリモコンで作動する LED の照明を取り付けていきたいと思います。ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画も見てください。